掃除の現場っていうのはどういうところですか？本日はですね、最近増加している、孤独死の、清掃現場で、本日はですね、60代男性の方が、住まれてた賃貸の物件のお部屋ですね。ご依頼者様はどなたですか？依頼者様は親族の方でして、最近久しく会ってなかったみたいなんですけども、じゃあ相続はどうされるんですか？相続はですね、親族の方が全て相続放棄されるほどの親子関係だったみたいで、これからですね、入るお部屋の、保証人になっていくために、やっぱり中のものを片付けないということで泣く泣くご依頼をされました。では早速中へ行きましょう。結構匂いしてますね。今12月なんですけど、ぼちぼち匂いしてます。こちらですね。結構形もはっきり残ってますね。具体的にどんな作業内容ですか？はい、本日はですね、まず相続をね放棄されてるんですが、ここのお部屋の保証人になっておられますので、まずやっぱり中のものを片付けないといけないっていうのと、一室、このお部屋の中で亡くなられていますので、まずオゾン施工という特殊清掃を行いまして、最終内装原状回復というところまで本日はしていこうかなと思っております。小田さん、はい、その先ほどおっしゃったオゾン施工っていうもの、はい、やっぱり動画見てる方もわからないと思うんで、はい、簡単に説明だけしていただいてもいいですか？はい、本当に簡単に説明すると、オゾン施工っていうのは、やっぱり亡くなられてるので結構匂いが出てます。その匂いを要は除去するオゾン発生器っていうものをお部屋に設置して、もう単純に分かりやすく言うと匂いの菌をやっつけます。プラス除菌もしてくれるっていうものです。はい。ここでお亡くなりになったんですね。赤黒く体液とか染みてそうですね、下の布団にまで。太田さん、はい、ちなみに死後どれぐらいに発見されたかっていうの分かります？はい、おそらくですけども、約10日から15日ぐらいで発見されたのかなと思います。で、っていうのがですね、ポストに入ってたんですが、某運送屋さんの不在票でして、12月の4日の1時から不在票が入ってるんですけども、でずらーっと何日か来てはって、最終12月の14日、お昼一番ぐらいでまたこれ不在票新しいのが入ってるんですが、おそらく12月の頭ぐらいから、この12月14日、半ばぐらいまで、発見されなかったのかなと思います。ただなぜほんならこの少ない日にちでこんだけ腐敗が進んだのかっていうところなんですけども、夏だとね結構暑かったりして腐敗が進むことは多いんですけど、今12月ですよね。結構周り見てると
家電ヒーターがあったり、エアコンがついてたりなんですけども、おそらく多分暖房機器をつけっぱなしで亡くなられたんじゃないかなと思います。要は暖かいですよね。だから冬でも暖房機器をつけてるので腐敗が結構早めに進んだんじゃないかなと思います。はい。太田さんですね、はい、結構布団体液染み出そうなんですけど、はい、ちょっと一回めくっていただいていいですか？めくってみましょうか。はい、2枚目の布団も全体的に染み込んでますね。結構床まで行ってるんですね。いってますね。これ床とかって結構綺麗に消えたりします？そうですね。最終この床もめくって、はい、その下もどうなってるかなんですけども、はい、最後はしっかりきれいに、はい、現状回復まで本日はやっていきますので、はい。これちょっと上げるかな。重たっ。冷蔵庫とかどうするんですか？はい。もちろんですけど冷蔵庫も撤去なので、まず中身、はい、処分をしないといけないんですけど、はい、わ、すごい。結構綺麗に生活感あふれてますね、やっぱり。で、冷凍室、すごい枝豆が。結構冷食が多いですね。冷凍食品結構偏って集めてるというかあるんですけど、はい、ただきっちりすごい本当に整理されてるようで、はい、冷凍食品もすぐ解凍したら使える、揚げたら使えるっていうものばっかりですね。はい、結構日付とかって新しいやつばかりですか？これが手前の枝豆で、はい、22年の3月29日、まだまだ新しいですね。まだ来年まで行きます。あと1年残ってる。で、台所も結構きっちり整理整頓されてるんですが、多分最後にお食事されたのかな。それがまだ残っています。はい。その上とかって結構入ってたりします？天袋は、そうですね。すごい、ここもごちゃごちゃとは入ってるんですが、きっちり整理はされてるかなっていう感じでは見られますね。その右側で、コンロも結構油まみれの方結構多いんですけど、比較的見た目すごい綺麗ですよね。やっぱり本当に性格的に几帳面な方かなと見受けられます。はい。とりあえず逃がしてもいいの。はい、いいですか。
はいよ。はい。はいよ。そのまま。